こんにちは、もずくです。今回は発売当初から何度も島を作り直してきたコペマート島がやっと最後まで完成したので、島のお散歩と最後に夢番地を公開したいと思います。ちなみに今回のコペマート島の島のテーマは石造りの町です。なので坂や橋も石でできていたり、家具も石でできているものを使ったりしています。ではまずはお散歩をする前に地図をご紹介します。夢見では案内所からのスタートになるので、案内所からお散歩していきます。それではどうぞ。まずは歩いてすぐの案内所の前は麦畑とチェック柄のマイデザインを使ってピクニックができる場所にしています。案内所にいる動物たちが見えるようにしたかったのと、案内所前にあることで動物たちがお茶をしてくれるので、このような作りにしました。動物たちが麦畑を歩くと顔だけが出て、その姿が可愛いのもお気に入りです。そのままベーグルについていくと、バニラとスナちゃんことスナイルが住む飛行場前にたどり着きます。飛行場前は島の顔だと思っているので、パッと見てどんな島なのかわかる作りにしました。この辺りは川があったり海が近いこともあって、スナちゃんのお家の中も漁師さんのお部屋、バニラも魚屋さんになっています。次はそのまま歩いていくと噴水がある小さな広場があって、その先にまた石の橋があります。この橋からは昔使われていた水門が左右にあって、正面には自宅が見えます。田舎っぽくしたかったので川はいびつな形にしています。次はそのまま砂浜に向かうと合併がいる桟橋にたどり着きます。砂浜も桟橋もシンプルでリアルな作りが好きなので、家具は置きすぎず、砂浜に置いてあっても違和感のない家具を選んでいます。ちなみに砂浜によって違いを出したかったので、西の砂浜はヤシの木を植えていないです。そのまま砂浜を進んでいくとモンペのお家があります。モンペのお家の中は喫茶店になっているんですけど、場所が場所なので知る人ぞ知る隠れ家的なお店になっています。家の周りに生えている雑草に見立てた麦畑は田舎っぽさと雰囲気を出すために置いたんですけど、喫茶店にしては生えすぎているので、モンペが一人で管理しきれず、島に住むチョモランあたりにたまに飼ってもらっている設定にしています。そのまま砂浜を進んでいくと山の中にあるキャンプサイトにたどり着きます。山っぽさを出したかったので針葉樹だけにして1段目と2段目両方使ってクリエイトしました。次は来た道を戻って川沿いを歩きます。2つ階段を登るとコペマート島で一番の景色の大きな湖が見える展望台にたどり着きます。一度は大きな湖を作ってみたくて、湖の奥だけではなく真ん中にも浮いているように見せるアレンジを加えて作ってみました。そのまま2段目に戻って右に進んでいくと、南河口の端から見えていたお家があります。お家の中はオフィスになっていて、特に真ん中のお部屋はタヌキたちがいる案内所とはまた違って、主にインテリアについての相談ができる案内所になっています。さらに右側のお部屋はオーダー家具が作れるお店になっていて、左側のお部屋は私の動画でおなじみのモッツルームという視聴者さんのご依頼をもとにお部屋を作る企画の打ち合わせ部屋となっております。次に奥のお部屋はもう一人の従業員であるベンと私が休憩する休憩室になっています。ではそのまま右に進んでいきます。ここは西部の街並みを使ってたくさんの家具が置かれている倉庫になっていて、パーゴラの下を通っていくとベンのお家があります。ベンはさっきも言った通り私のお家の仕事を手伝ってくれていて、さらにこの辺りのエリアの管理をしてくれています。そのまま進んでいくと大きな橋と灯台、湖の端っこが見えるちょっとしたフォトスポットがあります。ちなみに左に進んでベンのお家の後ろでカメラを開くと、ここもフォトスポットになっています。
続けて湖に架かる大きな橋を渡ります。橋を渡った先にはサブ住民が経営するホテルがあります。ホテルの近くには町があったり、湖が見渡せる展望台もあって、観光をするにはぴったりの場所になっているので、気になる方はぜひ泊まっていってください。次はそのまま右に進むと石造りの町に入ります。左奥のお家に住むチョモランは、その石を作ってくれている石工さんをやっていて、右にある門をくぐるとビーチにつながります。さらに歩いていくと、次はパン屋さんを経営しているベーグルとサブ住民が経営するカフェがあります。カフェは初期の頃から見てくれている方ならおそらく気づくであろうレイアウトになっているので、ぜひ寄ってみてください。次は川の上を通る橋があるんですけど、その前にはしごを降りてお家の後ろに向かいます。ここはパン屋さんとカフェがお店で使う素材を育てているところになるんですけど、カメラを斜めの角度から開くと建物も畑も海も映るフォトスポットになっています。そのまま川の上の橋を渡ると、さっきいた場所の反対側にたどり着きます。ここは街を見渡せる場所になるんですけど、川の上にある浮島が私のお気に入りです。ちなみに湖周りのエリアは白い鳥が生息しています。続けて下に進んでいくとマルシェがあります。このマルシェでは後が出てくる農業エリアで採れた野菜が販売されていたり、アンティーク雑貨が売られています。ちなみに賑やかさを出すためにこのエリアではケケポルカが流れています。次は橋を降りた右側の道を進んでいきます。そのまま坂を降りず、門もくぐらず細い道を歩いていくとお花畑にたどり着きます。実はこのエリアはもともとホテルとして使われていたんですけど、そのまま廃墟になってしまって放置されている間にいつの間にか種が飛んできてお花畑になったという場所になっています。そのままお花畑を抜けて門をくぐると、ナターシャとペチカが住む住宅街につながります。橋の左側から、橋の上から、橋の右側から、撮る場所によって見え方が変わるので、いろんな場所でカメラを開いてみてください。続けて右側に行って坂を降りると、東の海岸と岬にたどり着きます。そのまま岬を過ぎて左側に行くと、さっき上から見た住宅街の中に入れます。岬の下へ進むと、住宅街に住む住民たちが来るビーチがあって、東の海岸は西とは違ってヤシの木が生えています。さらに下に進むと博物館にたどり着きます。ちなみにこの辺りは湖周りと違って茶色い鳥が生息しています。次に博物館の手前側に行くと砂浜にあるイベントスペースがあります。ここはフータが生き物についてのイベントを行ったり、音楽イベントも行える場所になっています。次は元来た道を戻って坂を降りると農業が盛んなエリアにたどり着きます。左側のお家は野菜の苗や観葉植物の苗を売っているビンタのお家で、右側のお家はこの地区で採れた野菜を使ってスープ屋さんを経営しているビネガーのお家があります。そのまま下へ進むと南の海沿いに並ぶ商店街があります。島のテーマに合わせるために石のリメイクのおしごシリーズを使って囲ってみました。さらに下に進むとサーフボードが借りられる海の家があります。建物のリアルさを出すために西部の街並みは3列分並べて作ってみました。ちなみに砂浜の端っこは飛行場も近くて岩もあるので入ると危険そうな雰囲気にしています。次は農地を左に進むと都会から田舎に引っ越してきたばかりという設定のサブ住民が住むお家があります。このお家の中は私の理想のリビングという動画のお部屋を再現しているんですけど、まだ動画で他のお部屋を作っていないので、動画ができ次第また更新する予定ですので、お楽しみにお待ちください。そのまま左に進むと案内所に戻ります。
かがでしたでしょうか？これで石造りがテーマのコペマート島は終わりになります。遊びに来てくれた方は SNS でコペマートドリームというタグをつけて感想やレポを、もしくはコメント欄で感想を聞かせていただけると嬉しいです。次回からの島作りは続けて違うテーマでのコペマート島クリエイトと、新しく3つ目の島をずっと作りたかった魔法使いが住む島をテーマに進めていく予定です。3つ目の島に関しては地形源泉から住民源泉まで生配信でお届けしていこうと考えておりますので、配信も見に来ていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。ほいじゃあ。